こんばんは。はるけです。今回はリーグワン TOTS のティアリストになります。選手の強さを5段階に評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。本当にですね、これまでの主要リーグを一掃するかのような豪華さ、そして強さがあるような選手たちが、非常に多く、揃ってますね。PSG の選手たちはもちろんなんですけど、それ以外の、クラブの選手たちも、かなり強くなって、出てきているので、非常に今週も楽しめるんじゃないかなというふうに思います。じゃあそれでは、早速ティアリストを紹介していきたいなというふうに思います。こちらがリーグワン TOTS のティアリストになります。一応ですね、赤金、目標でもらえるね、フットチャンピオンズの TOTS 選手たちも入れてます。で、今回、D は、誰もいないという風なことで、C ですね。C にはですね、アンドレ、そしてサンバ、この2人を入れました。アンドレに関してはですね、思ってた以上にですね、ペースの部分は、上がりました。そこの部分はかなり良かったかなという風には思うんですけど、どうしてもですね、その逆足だったりとかの、部分もね、3ですし、あまりこう強さっていうのは感じられないような選手。やっぱり TOTS として能力は非常に高くはなってるんですけど、他でいいよね、みたいに思ってしまう、選手にはなるかとは思います。あとはですね、視野だったりとかもね、そこまで高くはないので、もちろん使えなくはないんですけど、正直今の現環境でですね、B に位置づけするほどのボランチの選手ではないかなというふうには思います。個人的な同じようなタイプとしてはですね、正直風見ろだったりとかの方が、強いかなというふうには思うので、あまりですね、扱いっていう風な部分で言ってもね、やっぱりこうドリブル面はね、そこまで、めっちゃ軽いっていうようなわけでもないので、アンドレはちょっと、どうしてもリーグワン TOTS の中では外れ枠の選手にはなってしまうかなという風に、思います。で、そして、サンバですね、サンバ。この TOTS のサンバはですね、なぜかちょっと国籍が変わってますね。フランスになって出てきました。あまり知らない国籍だったんですけど、フランス国籍に、なって、TOTS で登場したっていうのは、非常に、良かったかなっていうふうに思います。ケミ的な部分ではかなり組みやすくなったかなっていうふうに思います。でですね、いつもね、キーパーは B に、してるとは思うんですけど、ちょっとこの選手ね、身長が低くて、能力だったりとかはね、良さそうではあるんですけど、ちょっと身長の部分がね、186センチ、しかなくてですね、ここは不安要素としてかなりあるかなっていうのは、自分は思いました。やっぱり身長190センチ以上はキーパーとしては欲しいかなというふうには、思うので、めちゃくちゃね、強いっていう可能性もなくはないとは思うんですけど、どうしてもやっぱり身長っていうのはかなりキーパーとしては重要な、部分にはなってくるので、個人的には今回は、多くのね、パターンとしては B にキーパーはしたんですけど、ちょっとサンバは、身長面がちょっと不安視、するので、C に、今回しました。でそして、B です、B は目標でゲットできるトラオレ、そして、トディボ、そしてカベッラ、この3名を入れました。トラオレに関してはですね、目標でゲットできるということで、もちろん無料としては非常に能力は素晴らしいです。TOTS で能力上がって、サイドバックとしてのね、スピード面っていうのも十分ですし、非常にいいかなというふうに思うんですけど、逆足が3というふうな、ことだったりとか、あとは冷静さがね、83しかないというふうな、ところ、あとは視野も78ということで、ちょっとこうスルーパスだったりとかをね、こう縦にボンと、送る際に、ちょっとずれてしまったりとか、サイドライン割ってしまったりすることは、なきにしもあらずかなというふうなところです。あとはインターセプト値だったりとか、守備意識だったりとかもちょっと低いので、個人的にはそこまで高いランクにはいかなかったかな。正直そのペースが速いという風な、ところで、自分が今言ったような、不安要素を
ちょっと頑張ってカバーしているみたいな選手になるという風には感じます。で、そして、トディボですね、トディボ。トディボに関してもですね、普通に強い、選手として出てきました。身長190センチなんですけど、若干ちょっと組んでみがあるような選手で、組んでのちょっと介護感、的な選手には、なります。普通にね、フィジカルだったりとかもある程度ありますし、守備値も高いので、コスパのいい選手としては、いいかなという風には感じるんですけど、積極性が低かったりとか、あとはボール持った時のね、ビルドアップの怖さっていうのは若干、やっぱりあるので、あとはかつ逆足が2という風なこともですね、個人的にはちょっと不安なところなので、ちょっとそういう風なね、いろいろ足りない部分っていうのは、ありながらですね、ペースとかがね、速かったりはするので、センターバックとしてね、いいところっていうのはあるんですけど、総合的に見てですね、ちょっと B かな、というかA にはいかないかなという風な、ところで、今回 B にしました。で、そして、カベッラですね、カベッラ。カベッラはですね、B なんですけど、比較的、使いやすい選手ですね。敏捷性、バランスがカンスト、してですね、身長も172センチと小さくて、ボディタイプもリーンという、ちょっとこう、ドリブルが軽いような、ボディタイプをしている、そんな選手にはなりますので、比較的やっぱり多くの方は、軽いな、使いやすいなという風に、感じる方多いんじゃないかという風に思います。で、一応ですね、キャムという風なところ、登録のポジション通りに、トップ下で、使うのが一番最適にはなるかとは思います。で、ペースもね、95と、非常に速くなりましたし、普通に使えるような選手で、かなりいいです。バランスは96でしたね。敏捷性が乾燥しているという風なことで、非常にこう素晴らしい選手でパスも出せる、うまいので、ちょっとね、フィジカル面はね、弱さっていうのはどうしてもあるんですけど、全然、悪くはないという風な、選手ですね。普通にいいという風な、ことで、個人的には B で。ですけど、その中でやっぱりフィジカル面の弱さだったりとか、若干ね、やっぱどうしても B にいる理由っていうのはあるので、A には行かなかった。っていうようなところで、個人的にはスキル5とかになっていたら、よりなんか面白い選手だったかなという風に感じます。で、そして A と B の間にいるのが、目標ですね。目標の、フットチャンピオンズ TOTS の、ムバンバですね、ムバンバ。ムベンバか、ムベンバ。ムベンバに関してはですね、結構小さい、センターバックになります。なんかね、いかつそうなね、見た目なんで、身長高いんかなという風に思っていたんですけど、一応182センチと、意外にも小柄という風なね、選手になります。でね、フィジカルも比較的高くて、91ありますし、ジャンプに関しては乾燥してるので、身長が低い割にはですね、結構頑張ってくれる空中戦でめっちゃ負けるっていう風なことはないような、選手にはなるかと思います。で、水面に関してもですね、非常にやっぱり高くて、TO テストという風なことでね、高くて、意外にもドリブルで運んでいけるような力も持ってる。ですけどやっぱりパス面、視野とか51って結構低かったりとか、あとはショートパスもね、81なんで、結構ね、パス面で、不満点は出てきてしまうかとは思います。ですけどやっぱペースもね、非常に速くなりましたし、元々のね、こう身長の低さっていうのも相まって、そんなにはね、悪くはない、使いづらいという風に感じる選手ではない。で、この選手もね、やっぱりプラスの要素もあればマイナスもやっぱりあってっていう風なところで、個人的には、B のそれこそトディボよりかは、強さとか、若干ではあるんですけどね、ここの間という風な形になっているので、トディボよりはいいのかなという風に、感じつつですね、A までにはいかなかったという風な評価を自分はしました。で、そして A ですね。A はベラッティ、そしてフートチャンピオンのティオデスのオペンダ、そしてヌーノ・メンデス、そしてメディナ、そしてクラウス、そしてシソコという風なこの6名を入れました。ベラッティに関してはですね、逆足が5にアップグレード、されてます。非常に元々のね、身長の低さだったり小柄さっていうのを活かしたドリブルだったりとかはめちゃくちゃ軽いです。さらにですね、ペースも90いった、ことによってですね、速さという風な、ものもある程度、つきました。
がっつりね、こう取りいけるみたいな、守備っていうのは、またね、別タイプにはなるんですけど、意外にもですね、フィジカルの数値もね、ついたことによって、めちゃくちゃフィジカル弱すぎるなというふうに思うことはないかなっていうふうに、感じますね。というか、加速だったりとかもね、非常に速くて、扱いがしやすい選手なんで、フィジカルでガツンと取るっていうよりかは、本当にギリギリまで相手の切り返しとかについていって、ぬるっと取る。カンテみたいな、キミッヒみたいな、そういう風なね、取り方だったりとかをするような選手にはなるかとは思います。積極性だったりとかもね、完走しますし、冷静さもね、完走していてですね、非常に素晴らしい選手にはなるかと思います。パスも非常にうまいので、本当中盤を支配しながらですね、守備もある程度、できる。ある程度じゃないですね。やっぱり結構できるように、なってるような、選手にはなるので、普通に強い、そんな選手になります。攻撃参加ね、させてあげたいんですけどね、役割意識がね、ミリハイという風な、ことなんで、選手のね、指示とかで攻撃参加させてあげれることはできるんですけど、やっぱなんか中盤で、こう、パスを散らしながらという風な、選手として使うのが一番合ってるのかなという風には思います。で、そして、チャンピオンズ、フットチャンピオンズ TOTS のですね、オペンダですね、目標でゲットできるという風なことで、敗選手としてではなくてですね、こういう風な、選手として出てきて、一応ですね、みんながゲットできる、ムベンバと同じような形で、みんながゲットできるような選手にはなりますけど、ちょっと難しいですね。CF である程度の勝率を出さないといけないんで難しいかとは思うんですけど、一応目標でということで、スキルが、4になってます。逆足は3のままで、非常にやっぱりスピードあふれるアタッカーという風な選手ですね。で、実際取ったとしてもですね、スパサブとして使うことが非常に多くなるかとは思います。本当にスパサブの選手としては十分すぎるほどのですね、めちゃくちゃ強い、選手として、使えると思います。ペースはカンストしてますし、シュートに関してもより決定力高くですね、決めきることが、できる、そんな選手になります。で、そういう風な選手がですね、パスも、上手くなりました。このTOTSになったことによって、パスも、比較的出せるようになりですね、フィジカルも、強くなってですね、空中戦もある程度は、できます。身長がね、めちゃくちゃ高いという風なわけではないので、絶対勝つという風なことではないんですけど、サイドバックだったりとかと競れれば、ワンチャンあるんじゃないかなという風に思います。ドリブルの軽さだったりとかはね、非常にやるような選手になるんで、本当にスパサブとしては、かなりいいかなという風に思いますね。逆足3ですけど、シュート能力が非常に高いんで、3でも、まだ決めきってくれたり、する場面も、あるかという風に思います。取るべきようなね、選手かとは思うんですけど、目標のね、内容とかも見てもらえると、ちょっとね、縛られた目標にはなるので、難しい限りではあるんですけど、個人的にはですね、オペンダ、A という風な評価にしました。でそして、ヌーノ・メンデスですね。続いて、ヌーノ・メンデス。メンデスもですね、非常にいいです。やっぱりサイドバックの選手としてまずペースがあるという風なこと、カンストですかね、近くというかしていて、非常にやっぱりそこのスピード面がまずあるという風な、こと、完走ですね、加速も出し速度も完走します。で、あとはやっぱり守備力っていうのもついた。自分はですね、RTTF のね、布目で使っていた時に、ちょっと守備のところは気にはなる時はあったので、しっかりね、正面からガツンと当たってるんだけれども、すり抜けていくとか、やっぱ身長のね、低さだったりとか、フィジカルの弱さだったりとかがあるので、やっぱそういうようなところが出てしまっていたのかなっていう風に、思うんですよね。なので、そういうようなところを、少しでも改善するという風なところで、守備能力もね、高くなったという風な、部分は、いいところかなという風に思います。でですね、パスに関しても視野が84なんで、ちょっと先ほど言ったスルーパスだったりとかのところは、ライン割ってしまったりしても、致し方ないかなというふうにも思います。ショートパス値93なんで、めちゃくちゃ割るっていうふうなことはないんですけど、割ってしまっても、ちょっと視野の、ね、数値が低いからっていうふうに思っておいた方がいいと思います。
で、ドリブルに関してはですね、やっぱり非常にアジリティだったり、バランスだったりとかもね、高いですし、本当に加速とか、そのスピード面も相まって、自分で運んでいけるような選手になるので、攻撃的な選手、ぜひともちょっと攻撃にも参加させてあげたいような、選手にはなります。ちょっとね、普通にデイビス感もあるような選手にはなるので、スピードがね、かなり速い、サイドバックを使いたいという方は、ヌーノ・メンデス非常におすすめかと思います。逆足も4という風なところ素晴らしいですね。でそして、メディナです。メディナに関してはね、今作 TOTW、黒が結構来てた選手にはなるので、TOTS に選ばれるのも妥当かなというふうに思います。この選手もですね、ムベンバと同様でですね、身長が比較的低い選手です。センターバックとして184センチなんで、非常に小柄な、センターバックですね。で、一応左利きという風なことで LCB 任せれるという風なところ素晴らしいですね。で、身長が低いので小柄で、ペースが速い88あるというのも素晴らしいですし、ドリブルのところも、非常に高くてですね、その中でリアクションが98あったりと、レーサーも95あったりと、非常にいいところがありながらも、自分で運んでいけるドリブルの細かさだったりとかもセンターバックながらに持ってます。なので非常にビルドアップ面では、困らない、選手にはなりますし、あとはですね、守備面ですね。身長だったりとかが184センチなんでちょっと低い、っていう風なことはあるんですけど、フィジカルの数値が95あったりとか、積極性も非常に高くなってる。で、あとは守備値もですね、結構高いので、もちろん身長面でね、ちょっと貫通してしまったりとか、っていうのはあるとは思うんですけど、それでもですね、もうメディナで十分じゃんという風に、思えるような、センターバックには、なってるかという風に思いますね。身長がそれこそ190を超えてるような、センターバックとかだったらかなり良かったかなという風に自分は思います。でそして、クラウスですね、クラウス。クラウスに関してもですね、まずはサイドバックの選手としてですね、ペースがね、速いという風なことは非常に素晴らしいです。ほぼカンスト近いですね。なんで、そういうようなところは、サイドバックとしてはまず優秀な、ところで、若干ね、この選手は守備意識だったりとか、インターセプト値だったりとかが、低い、選手にはなります。あとはフィジカルもそこまで強い選手ではないんですけど、結構上がりました、このテオテスで。なんで、そういうようなところも加味してですね、自分的には A に入ってもおかしくはないかなというふうに思います。で、この選手もですね、ヌーノメンデスほどではないんですけど、全然扱える軽さを、持ってますし、先ほど言ったね、スピード面もあるので、ぜひともちょっと攻撃参加をさせてあげた方が、いいんじゃないかなというふうに思います。で、この選手のいいところはですね、パスもね、めっちゃうまいです。視野90あるんで、スルーパスとかっていうのも、非常にうまく通せますし、ビルドアップとかで、引っかかるっていうことは非常に少ない、選手にはなりますね。なので、そういうようなところは非常に素晴らしいですし、ビルドアップだったりとか攻撃参加させていくっていう風なところでは、かなり優秀な、サイドバックにはなりますね。空中戦とかがね、弱かったりはするので、そういうマイナスポイントはあるんですけど、総合的にこの選手も A にいてもおかしくはない、レベルの選手にはなります。でそして、ティオテスモーメントのね、シソコですね、シソコ。シソコに関してはですね、普通にやっぱり強いです、この選手も。もう全然 A に入ってもおかしくないですし、S に入れようかとも迷ったぐらいの選手なんですけど、やっぱり3-3という風なことがですね、若干今の現環境では物足りないというか、もう、特に逆足が4とかにアップグレードされてたらよかったかなっていう風に思います。身長とかがね、低かったりとか、ドリブルがね、細かかったりとかすると、本当にその敏捷性とかを活かしですね、逆足で蹴るような体勢でもすぐにクッと右足の方に持ち替えてすぐパス出すっていうことができるんですけど、シソコはね、結構ドリブルだったりとかも重たいので、なかなかね、こう細かい切り返しとかっていうのができにくい、そういう風な選手にはなるので、やっぱ左足で蹴らないといけない場面だと、左足でも蹴りますし、なかなか右足で持ち替えてという風な時間がね、ない試合も多いと思うので、その中で
ちょっと逆足だけはですね、変わってほしかったなという風な思いはあります。守備面に関してはね、正直文句はないと思います。フィジカルでガツンと取り切れますし、本当にタイプとしては風見ろだったりとかのタイプですよね。もう守備で貢献ができるような、選手で、その後のパスっていうのもね、比較的出せるようにはなりました。スルーパス一戦みたいなことは、ちょっとできないような選手なんですけど、ショートパスが90まで上がったことによって、普通のバツパスだったりとかは、普通に通せるような、選手にはなります。あとはペース90あるっていうのが非常に素晴らしいですね。これだけやっぱフィジカルがあって、どしどし行くような選手がペースも速くなったという風な、ことは非常に素晴らしいかなという風には感じます。そこも全然強いですし、かなりトップクラスの、中盤にはなる、そういう風な選手ですね。そして S と A の間にいるのがフォファナですね、フォファナ。フォファナはですね、かなり自分的には迷いました。S に入れてもおかしくはない、そんなレベルだと思います。だからこそこの間に入れてるんですけど、非常に高レベルですね。ペースも88あって、速いですし、ショートパスだったり、パスの部分、スルーパスっていうのも出せます。視野も92あるので非常に高いので、そういうようなパサーとしても、非常に優秀で、かつですね、やっぱり守備面に関しても、かなり強いです。この選手もですね、フィジカルだったりとかに、重きを置いたような、選手で、カンスト、フィジカル数値に関してはカンストしてますし、スタンディングタックル値に関してもカンストをしているという風な選手ですね。で、この選手も、もちろんシソコと同じような形で、比較的ちょっとまだ重たい方だと思います。シソコほどではないんですけど、結構ね、重たさを感じてしまうような選手。ちょっとこれ重たいなって思う方は全然おられるぐらいの重さです。なんで、そういうような感じの選手として捉えてもらえればありがたいんですけど、そういう風なね、ごつさがあるような、選手で、シュートも打ちに行くことはできます。決定力自体はね、ちょっと79と、めっちゃ高いってわけではないんですけど、シュート力が92なんで、比較的まだ、意外と決めてくれるような、選手にはなります。ハイハイという風なことなんで、本当に攻守にわたって、でかい、大きい選手が走り回るという風な選手になります。で、スキル逆足どちらも44という風なこともですね、個人的には魅力の、一つで、44あれば、全然いいかなという風な感じの選手になります。中盤だったらね。なんで、本当に使い勝手がね、いいですし、めちゃくちゃ強いような、選手として出てきたな。今作もですね、やっぱりフォファナは非常に強い、選手で、あとはケミですよね。本当にケミだけ。ケミが合えば、マジで優秀な、選手にはなりますし、値段以上の強さっていうのはかなりね、感じるような、選手にはなります。個人的には S に入れてもおかしくはなかったんですけど、ちょっとここの間という風なことにしました。ですけど、めちゃくちゃ強い。かなりね、フォファナは自分の中でお気に入りの選手です。で、そして、S ですね。最後 S。S が一番多く、なってるんですけど、ムワッペ、そしてメッシ、マルキーニョス、ラカゼット、そして SBC で来ましたキンペンベ、そしてモーメント、レナト・サンチェス、そしてジョナサン・デイビッド、ベン・エデル、モーメント、ネイマールという風な、9名ですね、に、なってます。バペに関してはですね、言わずもがなの強さ、リーグの中で一番値段が高く、そして一番強い、選手になってます。またですね、リーグワンだけではなくですね、今作、FIFA の中で、かなり最強クラス、世界大会でも使われるほどのですね、めちゃくちゃ強いアタッカー ST の選手になってます。ペースは言わずもがななんですけど、シュートもめちゃくちゃ決まるように、なりながらもですね、パス、だったりも非常にうまく、なってます。ドリブルに関してもより磨きがかかりですね、あとは意外にもフィジカルがあるという理不尽さがあります。本当にアタッカーとしては、かなり最強。この人がいれば、本当に勝てる試合が増えるぐらいの選手になります。スキルが5という風なことも素晴らしいですし、スキルを使わない方も、スピードで、ぶっちぎれるような、本当に
このゲームを簡単にさせてくれるような選手になるので、まあ獲得必至の選手になります。ぜひともちょっと赤金だったりとか、パックだったりとかで当てれればかなり嬉しいなというふうに思います。で、そして、メッシですね。メッシ、ST で、登場をしたんですけど、一応ですね、RM、RW も、もちろんできるようになってます。かなりですね、やっぱ TOTY よりですね、まあ強くなったのかな。TOTY と同じぐらいかな。まあ総合値的には同じなんですけど、まあ内部の能力的には、ペースがこっちの方がね、1高かったりはするので、またフィジカルも2高かったりするんで、まあ、若干の誤差ではあると思うんですけど、S の方がちょっと強くは、なってるのかなという風に感じますね。で、まあ自分のリーグのね、動画でも話はした通り、まあ、スキル5になってほしかったなっていうような、思いあったんですけど、まあ44という風なことで、ここは変わらずでしたね。うん。まあスキルはね、4でちょっと物足りなさっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、スキルがいらないほどのですね、ドリブルの細かさだったりとかがあります。で、かつですね、パスも非常に上手くて、まあ、ラストパスもね、かなり通りますし、本当に中盤の選手のような、まあ、パスのうまさ、まあ、視野もね、99とカウントしてますし、ショートパスも非常にうまいので、まあ、パサーとしても、かなり優秀な、選手になってます。で、ドリブルに関してもかなり軽くて、まあ、本当にめちゃくちゃね、かわせるというか、マジでこう、ドリブルの細かさと、あとは加速。うん。加速もね、乾燥していてね、ペースももちろん速くなってるので、ほんと切り返してすぐダッシュで、相手が追いつかないぐらいでもうブッといけるような、選手にはなるんで、めちゃくちゃね、もうスキル5いらないみたいな選手なんで、自分的には、おすすめの、選手です。スキル4の中でもかなりおすすめの、選手にはなります。で、まあ、シュートに関しては言わずもがなで、まあ、かなり決定力高くですね、今週も、遠目からの、今週っていうのも非常に決めてくれるような、選手にはなります。まあ、めちゃくちゃ強いです。まあ、当たり前に、メッシも強い、そんな選手になります。で、そして、マルキーニョスですね。TOTS マルキーニョス。まあ、マルキーニョスに関してはね、まず、ペースの部分がね、90いったという風なことが、素晴らしいです。かなりね、ここの部分が上がったという風なことが、まあ、いいポイントかなという風には思います。で、もともとまあ、対人のね、守備っていうのは、強いような選手だったんで、まあ、ここがね、まあ、より磨きがかかったという風なことにはなるんですけど、まあ、普通にペースが、8上がったっていう風なことが素晴らしいと思います。バースデーの91からね、総合値的にはプラス4しかされてないんですけど、ペースがプラス8という風なことは、素晴らしいかなっていうのはまず思いますね。で、かつですね、やっぱりビルドアップもね、非常に丁寧にできるような選手にはなるんで、パスも上手くて、あとはまあ逆足は3なんですけど、まあ、全然逆足で蹴っても、まあこの選手に関してはパス能力だったりとかも、高いので、まああまり気にはならないかなという風な、ところですね。まあ個人的にはですね、これだけまあ、スピードがついたという風なことでいくと、まあサイドバックとしてもワンチャン、使えるような選手にはなるかとは、思います。身長もね、183ですけど、まあ低いんですけど、この選手に関してはですね、そんなにフィジカル負けも、しないですし、なんかガツンと取ってくれるような、まあちょっとなんか個人的には謎の力があるような、センターバックにはなるので、まあ使いやすさ、プラスですね、やっぱりしっかり取ってくれる守備力があるという風なことで、まあこの選手もですね、センターバックながらにですね、リーグワンの TOTS の中では非常に大当たりの選手にはなるかとは思います。で、そして、ラカゼットですね、ラカゼット。まあ、ラカゼット200万クラスの、選手でですね、スキルが5に変更をされてます。まあ、ウィンターワールドカードと同様にですね、スキルをアップグレード、してきました。で、もちろん ST という風なことで、決定力非常に高く、なってますね。特にシュート力に関してはカンストしてますし、まあ、レジドンに関しても92あるという風なことですね。で、この選手も非常にパスうまいです。ショットパスに関してはカンストしてますので、本当にビルドアップも、しっかりと行える。さらに前を向いてスルーパスも出せるような選手になってます。で、かつドリブルも、ある程度軽い。非常にまあ、なんていうんですかね、身長も低いので、
まあ、使いやすさっていうのを感じる方は多いんじゃないかとは思います。あとは、ハイハイ。役割意識がハイハイという風な、ことも、本当に献身性が、垣間見えるかなという風に思います。で、ペースもね、もちろん速くなってるので、まあ、スピードで裏抜けをしてっていう風な、こともできるような、選手になってます。あとはですね、意外にもですね、身長は低いんですけど、フィジカル面が94あるという風なことも、まあ、いいところで、こうなんかこう、フィジカルでごちゃって、して、まあ、すり抜けていってるという風な、ことも、まあ、できるような、選手にはなるので、かなりですね、強い選手になるかとは思います。めちゃくちゃ使いやすくて、さらにスキルも5で、パスも上手くてっていう風な選手で、さらにまあ、やっぱり ST として裏抜けもできるという風な選手にはなるんで、まあ、そら200万ぐらいはするわなという風な感じの選手です。まあ、100万以上は当たり前にするわなっていう風な選手で、この選手もですね、非常に強い、選手で、まあ、アーセナルがね、好きな方だったりとか、またもちろん今リヨンなんで、リヨンが好きな方だったりとか、まあ、ちょっとね、選手人気もあるとは思うので、まあ、その中で、ぜひともまあ、ちょっと使えると、楽しめるんじゃないかなというふうに思います。この選手ももちろん大当たりの、部類には入るかなというふうなところです。で、そして、フラッシュバックのキンペンベですね、キンペンベ。まあ、キンペンベに関してはですね、非常にやっぱり強い選手として出てきてですね、ペースはもちろん、あるんですけど、まあ、守備面だったりとかにもより、強さが増してですね、あとは、ドリブル面だったりとかが、かなり高くなってます。ドリブル面、パス面ですね。よりこう、ちょっとビルドアップ面が、なんていうんですかね、ビルドアップ面もできるような、選手になりました。まあ、マルキーニョスだったりとかとね、全然自分は渡り合えるような選手、もしかするとマルキーニョスより、強いような、選手にはなる、それぐらいのね、まあ、ポテンシャルを秘めてるような、選手にはなるので、かなり個人的にはおすすめの SBC の選手には、なるかとは思います。まあ、対人能力だったりとかがね、かなり強いですし、やっぱりね、この選手ね、本当に昔からというか、序盤のね、金ペンベの時からですね、めちゃくちゃね、能力のね、能力詐欺じゃないかって思うぐらい、能力値以上に強さを感じるような選手だったので、まあ、そこからプラスをしてね、能力もついてくるってなると、まあ、当たり前に理不尽なカードにはなるので、まあ、剣をよくですね、まあ、バペだったりとか、あとはフランス人と、会うという風なことも、素晴らしいポイントかなという風にも思うので、まあ、強さ的にも、個人的には S にいてもおかしくはないレベルかとは思いますし、剣もいいという風なところで、まあ、ちょっとですね、まあ、相手に金ペンベがいる率っていうのは高くなってきそうな、カードにはなるかと思います。で、そして、レナト・サンチェス。モーメントできたレナト・サンチェスですね。まあ、レナトに関しては300万の、選手でですね、まあ、中盤の選手としてですね、非常に優秀ですね。まあ、4-4という風な、ことで、まあ、ここは、まあ、妥協点はフォワードと同じような形ではあるんですけど、ペースが非常に速くですね、シュートも打てて、あとはドリブルもめちゃくちゃ軽い、さらにパスも出せる。で、そういう風な選手が、まあ、本当にね、身長はそこまでないんですけど、負けないフィジカルを持っているという謎の力。で、そして守備面に関してもかなり取り切れることができるという風な、ことで、かなり強いです。めちゃくちゃ強い、この選手。で、この選手もですね、一応まあ能力以上にですね、強さが感じられるような選手。もちろん金はね、総合値80だったんで、それでも多くの方が使っていた。そんなレベルの選手になるんで、能力以上に強さを感じるような元々の選手だったんで、そこからですね、まあ能力もこれだけ高くなってくると、まあちょっとかなりこの選手も、まあ理不尽かなというふうに思います。もちろんですね、フォファナもめちゃくちゃ強いです。フォファナもかなりトップクラスの選手で、めちゃくちゃおすすめの選手なんですけど、やっぱり同じ中盤でレナトと同ランクという風なことにはできなかったので、レナトが強すぎるがあまりにフォファナがここの間に行ったという風な感じです。なんでそれぐらいやっぱレナト・サンチェスはめちゃくちゃ強い、選手なんで、まあ今作ね、TOTW にも1回も選ばれてない選手が、まあ結局この終盤になってね、300万の、
価値のあるような選手に出てくるっていうのはちょっとおかしな気もするんですけど、まあそれぐらいやっぱりレナートは強くてですね、非常にやっぱりかなり優秀な、選手にはなるので、まあ個人的には S という風なことに、してます。で、そして、ジョナサン・デイビッドですね、デイビッド。まあ、デイビッドもですね、めちゃくちゃ面白い選手で、個人的にはですね、めっちゃダイナミックイメージ好きです。めっちゃダイナミックイメージ好き。かっこいい。かっこいいですね。もう本当にラッパーのようなね、見た目で。まあ、この選手、一応ですね、右ウィングができるという風なことも、一ついいポイントかなという風に思います。でですね、スキルですね。スキルが4、3から4に変更されて、もともと逆足が5だったので、4号になってます。で、スピード、非常に速くですね、決定力、特にカンスト、してます。決定力に関してはカンストしていて、シュート力も93あるという風な、こと。で、あとはパスも、上手くなってます。この選手も。アタッカーの選手として十分な、ぐらいにパス能力も上がってます。で、かつですね、そういう風な選手がですね、非常にフィジカルも強くですね、もう本当にゴリゴリ系の ST です。ゴリゴリ系の ST。それこそハーランドとか、スロットとか、もうそういう風な選手で、まあ、本当にね、フィジカルだったりとかを活かしつつ、体の強さを活かしつつ、まあ、抜け出すみたいな、選手になってます。まあ、役割意識ハイハイという風なことも、まあ、素晴らしいですし、ちょっとね、ボディタイプがアベレージという風なことになるので、めちゃくちゃね、本当にハーランドみたいなゴリゴリ、もうどんな相手でもゴツゴツいけるみたいな、選手にはならないかもしれないんですけど、まあ本当にスピードもあって、まあフィジカルもめっちゃ強いっていう風な選手にはなるんで、まあ自分的には S にいてもおかしくはないかな。あとはやっぱり逆足5という風なこともですね、やっぱりストライカーとしては素晴らしいですし、まあドリブル的にもですね、敏捷性だったりとかも非常に高いですし、このね、ゴリゴリな選手なんですけど、意外にも、こう、なんていうんですかね、繊細なタッチっていうのもできるような、選手にはなるんで、普通に強いなって、思います。またね、スキル4なんですけどね、メッシだったりとか、まあ、これから紹介をするベンデルだったりとかとは、また別のタイプ、にはなるんですけど、かなりね、この選手を使いこなしてですね、得点量産できるような、人っていうのはいるのかなというふうに思います。君がちょっと難しいので、まあ相手に多く見るということはもしかするとないかもしれないんですけど、まあそれでもですね、この選手非常に素晴らしくてですね、めちゃくちゃ楽しい選手にはなるんじゃないかなというふうに思います。自分はちょっと、おすすめできるぐらいの、選手にはなります。でそして、ベン・エデルですね、ベン・エデル。まあ、ベン・エデルはですね、またデイビッドとは違ってですね、身長が低くて、細かい動きができる逆足5の、ストライカーになります。まあ、本当にドリブルが細かくて、ペナルティエレ内で、ボールを受けた時には、それこそメッシ、だったりとかと同じような形で、本当に相手をずらしてすぐにシュートを打つっていうことが、まあ、できるような、選手になります。で、かつですね、やっぱ決定力も非常に高くですね、本当にこう決めきるという風な、ことに特化したような選手になります。で、まあこの選手もね、言わずもがなですけど、やっぱりこうパスっていうのも上手くて、まあ意外にもちょっとフィジカルもついたという風なことも素晴らしいのかなという風に思います。まあやっぱりでかくて速い選手よりかはですね、もうフィジカルでゴリゴリ押していくということはできないんですけど、やっぱりベンデルにはベンデルの良さがあって、まあ、本当に細かい、タッチをしながらですね、まあ、ビルドアップにも関わっていったり、先ほど言ったこうゴール前でのね、細かさっていうのが活かせるような、そういう風な選手にはなるんで、この選手もですね、めっちゃ理不尽です。普通に理不尽で、決定力がね、かなり、決定力の高さがね、多分一番感じられると思います。あ、それ決めてくれるんや、ベンデルっていう風なね、シュートが本当に多くて、まあこの選手もですね、フットセンチュリオンズで出てきて、まあ当初自分は使っててね、めちゃくちゃ強かったですし、まあ値段的にもこの選手もね、90万以上かな、100万近くいってるような選手にはなるんで、まあ当たりの選手として、数えても、そういないかなというふうに思います。まあ普通にベンデルもめちゃくちゃ強い選手です。めちゃくちゃもう普通に当たり、っていうふうな選手ですね。でそして最後です。モーメントのネイマールですね、ネイマール。まあネイマールに関しても、まあ700万、800万するような、
選手でですね、リークの動画でも話していた、通りの、値段になりましたね。非常にやっぱり強くですね、あとはキャムができるという風なこと、左サイドだけじゃないという風な、ことも、いいところかなという風に思います。本当にペースもね、上がりましたし、シュートに関しても、高くなりました。シュートに関してはですね、この選手はシュート値以上にやっぱり決めきってくれるような、選手だったんで、もちろんレジダも高いからだと思いますけど、そこからプラスしてやっぱシュート能力も上がったという風なことが、よりやっぱり理不尽さっていうのを増させるんじゃないかなって思います。で、さらにですね、この選手固有のですね、ドリブルという風なことがあるので、めちゃくちゃ使用感はいいです。めちゃくちゃ使用感が良くてですね、ドリブル突破するのも良しですし、相手を、引き連れてですね、ドリブルで貯めるっていうのもできるような選手になります。で、パスもめちゃくちゃ上手くてですね、ラストパスっていうのも送れるような選手になりますね。で、冷静さ、カンストしてます。99という風なことも素晴らしいですし、あとはですね、ネイマールがスタミナ92あるという風なことも、意外にもいいんじゃないかなという風に思います。フィジカルはね、61と、少し低い。現環境では低いんですけど、この選手はね、フィジカル値関係ないです。フィジカルが弱くても、なぜかぬるっといってくれる。なぜかネイマールの元にボールが転がってくるという風な選手にはなるので、自分はネイマールに関してはフィジカル値は全く気にしてません。それ以上にドリブルでかわせたりとか、なんでか知らないですけどね、普通に横から当たられても負けないっていう風な力、やっぱボディバランスとかそういうようなことが関わってきてるのかもしれないんですけど、フィジカルの数値に関してはあまり気にしなくてもいいかなというふうに思います。FIFA やってる方からするとね、本当にネイマールの強さっていうのは分かってる方多いと思いますし、そのね、強さっていうのによりこう磨きがかかって、やっぱり能力的にも強くなったというふうなことでいくとですね、楽しみな、カードになってます。という感じで、これがリーグワン TOTS のティアリストになります。非常にですね、やはり大当たりの選手が多くですね、値段的にも高い選手が多いなという風な印象を受けます。リーグワンスカットにする方ももしかすると多い、そういう風な週になるんじゃないかなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。